月収15万？嘘でしょ？思わず心が凍りつく。週末の合コン、友人に頼まれて人数合わせで顔を出しただけなのに、こんな露骨な評価をされるとは思わなかった。なんていうか逆にびっくりしちゃう。今日なんで来たの？っていうか、正直言って場がしらけちゃうし、あなたにはもっと他にふさわしいレベルの飲み会あるんじゃないかな。カラーのネイルを光らせる女が鼻で笑いながらビールグラスを揺らす。その隣にいたもう一人もちらりとこっちを見て口を歪めた。俺がコンビニバイトだと伝えただけなのに、まるで場違い扱い。悪いけど帰ってくれない？私たちあなたに割く時間ないのよね。あまりの言われように耐えきれず、テーブルに紙幣を置いて席を立つ。友人が待てよとフォローしようとするが、冷たい視線を浴び続けるほどの気力はもうない。店の扉を押し出た瞬間、オーナーが立ちふさがった。こんばんは。いつもありがとうございます。今日は随分早いんですね。柔らかな笑みとともに優雅な一礼。そんな光景を目の当たりにした彼女たちが小さく悲鳴を漏らす。彼女らには想像もつかないのだろう。地味なコンビニバイトの男がこの高級レストランでは特別な常連だなんて。彼女たちは俺にした仕打ちを後に大きく後悔することになる。朝の冷たい空気が店内に入り込むと、俺、神崎翔はかじかむ指先をこすりながらレジ脇の棚を整頓していた。実家は昔ながらの酒屋だったのだが、時代の流れに合わせてコンビニへと業態を変えた。両親はそれなりに頑張ってはいるが、大手チェーンとの差別化がうまくいかず、正直なところ売り上げは芳しくない。けれど、地元の常連さんや近隣の学生なんかが顔を出してくれるおかげで、なんとか細々と続いている状態だ。俺自身は大学卒業後、就活らしい就活はろくにせず、そのまま店を手伝っていた。もっとも、全く働かなかったわけではなく、何度か一般企業に就職してはみたものの、どうにも性に合わなくて長続きしなかった。いつの間にか、やっぱり実家のコンビニが一番落ち着くっていう感覚が強くなって、今はここで腰を据えて働いている。昔からの常連さんが立ち寄ってくれたり、学校帰りの学生がちょっとした悩みを話してくれたり、そういう何気ない日常のやりとりが意外と楽しくて、俺としても接客にやりがいを感じるようになった。親父とお袋が守ってきた店だと思うと、なおさら大事にしたくなる。コンビニの入り口の自動ドアが開いた音で顔を上げると、同じ高校に通っていた幼馴染の佐藤徹が入ってきた。俺の悪友にしてムードメーカー。腕に抱えたファッション誌を雑に置くと、やけにニヤニヤした笑みを浮かべている。翔、ちょっといいか？と低い声で言うから何か面白い話でもあるのかと期待したが、彼の口から出てきたのは合コンという単語だった。俺は面倒ごとに巻き込まれる予感をひしひしと感じつつ、とはいえ断る理由もなく、どう返事したものかと少し迷った。へえ、美人受付嬢との合コンね。と、俺が半ば呆れつつ応じると、徹は大きくうなずいた。そもそも、徹はお祭り男というか、昔から学校行事でも何でも率先して盛り上げ役になりたがるタイプだった。だから、こういう合コンの話を持ち込むのも珍しくない。お願いだから来てくれよ。人数合わないと困るんだよ。と、徹が言う。言外に、俺のために力を貸せよという厚かましさが滲んでいる。そのまま厨房でゴソゴソしていた親父に、今夜出かけていいかと尋ねると、友達付き合いも大事だから行ってこい。店は母さんと二人で大丈夫だ。と太鼓判を押されてしまった。正直、親父もこの店の先行きに対して不安はあるだろうに、それを表に出さないところが俺の尊敬するところだ。だから俺はあまり気が乗らない合コンの話を断るに断れず、結局、分かったよと、徹の誘いを受けることにした。へへ、サンキュー。さすが幼馴染。話が早いな。と徹は満面の笑みを浮かべる。俺は苦笑いを返しながら、今夜がどんな展開になるのか、まるで想像もつかないまま、レジの仕事に戻った。夜になり、バイトを早めに切り上げた俺は、徹と待ち合わせて街へ繰り出す。繁華街のネオンが眩しい通りを歩きながら、
トールの口は相変わらず止まらない。実はな、今日の合コンには受付嬢が3人来るんだけど、そのうちの1人が相沢彩香って子なんだ。めっちゃ綺麗でスタイルも抜群。しかも性格は、ちょっと派手っぽいんだけど、とにかく可愛いんだよ。俺は彼女狙いで頑張るから、お前も頼むぞ。ちゃんと盛り上げに加勢してくれよ。どうやら、彩香というのがトールの第一目標らしい。合コンなんてほとんど行ったことのない俺にとっては、正直その、盛り上げとやらに参加するのはハードルが高い。いや、俺はいつも通り静かに飲むだけだから、お前の邪魔はしないけど、余計な期待はするなよ。お前がおとなしすぎると浮いちゃうんだって。頼むから俺に協力してくれ。俺だってそうしょっちゅう合コンセッティングするわけじゃないんだしさ。無理やりテンションを上げられそうだなと思いつつ、まあ、友人の頼みならと諦めて、俺は一緒に歩調を合わせた。すれ違うスーツ姿の人たちを横目に、受付嬢ってどんな子たちなんだろうという淡い興味も湧いてきて、ほんの少しだけ胸が高鳴っているのを感じる。合コンの会場は街で評判の高級レストランだった。案内された部屋は個室風の落ち着いたスペース。シャンデリアがきらびやかに光り、テーブルには上品な香りの花が飾られている。すでに先についていた女性陣はまさに花という雰囲気を放っていた。三人とも受付嬢らしく、姿勢が良くて華やかな美人ばかりだ。とりわけ、一番に目がいったのが、いかにも派手な女性。これがトールが狙っている彩香なのだろう。髪は明るめのカラーで、ネイルも長くてキラキラしている。その彩香の隣には、同じく派手めだが、彩香ほどではないサブリーダーのような雰囲気の女性、花園ルミがいる。ところが、その奥に座っていたもう一人の女性は、派手さとは対照的に落ち着いた、薄化粧で、品のいい雰囲気がある。彼女は北条七海。やや緊張した笑みを浮かべていたが、その控えめな姿勢が、俺の目には妙に印象的だった。とりあえず自己紹介を兼ねて、軽く乾杯をすると、トールが張り切って、女性たちの隣に席を移動し、早速彩香に話しかけ始める。俺はというと、賑やかに盛り上がる空気になれるまで少し時間がかかりそうで、ちびちびと飲み物に口をつけるばかりだった。席が温まってくるにつれて、話題はやはり仕事、年収といった合コンならではの方向に流れ出す。ポールは大手企業に勤めているからか、うちはそこそこ給料いいんだよ。と言って、彩香やルミから、すごーいと拍手喝采を浴びていた。その様子を眺めているうちに、俺はなんだかいたたまれない気分になってくる。やがて、彩香がターゲットを俺に向けてきた。神崎さんって普段は何のお仕事されてるんですか？と、さっきまでトールと楽しく話していたのを切り上げて、急に満面の笑みでこちらを振り返る。その視線を受けて、俺は軽く肩をすくめながら答えた。俺？実家がコンビニでそこのバイトをしてる。またまた。もしかしてそこの社長さん？月収って？月に15万くらいかな。それは事実だし、隠す理由もない。なのに、その瞬間、彩香が目に見えて表情を変えた。さっきまで、わあ、すごいですね。なんて、調子よく盛り上げていた口元から、笑みがスッと消えて、冷え冷えとした空気がテーブルを包む。テーブルの向かい側に座るルミも、グラスを持つ手を止めて、嘘でしょ？と、俺を見返している。月15万？うん。実家だし生活には困ってないから、まあそんなもんかな。俺がそう答えると、彩香はあからさまにバカにするような顔をして、ルミと目を合わせながら小さくクスッと笑う。どうやら、二人だけの会話で何かやりとりがあったらしい。なんていうか、逆にびっくりしちゃう。私たちが普段付き合う男性って、そこは最低ラインでも場合はあるんじゃないかな。ルミも、それに応えるように笑いを含んだ表情で、そうね、現実問題、一緒に過ごすなら将来性とか大事だもんね、と重ねてくる。ここまであからさまにけなされると、俺もさすがに気分がいいとは言えない。なんだか時間の無駄じゃない？ごめんだけど、私たちそういう人、求めてないのよね。彩香は一旦グラスを置き、髪をかき上げながらそう言い放つ。っていうか、
正直言って場がしらけちゃうし、あなたにはもっと他にふさわしいレベルの飲み会あるんじゃないかな。隣でニヤニヤしているルミもまるで傍観者のように困っちゃうと軽く肩をすくめてみせる。冷たい沈黙がテーブルを覆い、ちらりと視線を移すと、ナナミだけは申し訳なさそうにうつむいていた。彼女の表情を見れば、必ずしも二人に同調しているわけではないのがわかるが、強く言い返すのは難しいのだろう。俺はもう一度、彩香とルミのあまりにも露骨な表情を確認すると、深く息をついて席を立つ決心をした。わかった。じゃあ俺はこれで失礼するよ。お邪魔だったな。努めて穏やかに。しかし、はっきりと宣言して椅子を引く。グラスを置き去りにしたまま上着を取り、振り返ることなくドアの方へ向かおうとすると、今になってようやくトールが慌てた声を上げる。おい待てって。彩香ちゃん、ちょっと言い過ぎじゃ。トールの言葉に対し、彩香はそっぽを向きながら、いやいや、ありえないでしょ。と耳打ちして、ルミも、ほんと空気読めてないし、という調子で追い打ちをかけ、剣もほろろだ。俺はトールに向けて気にすんな、と目で合図してから、そのままドアを開けた。後ろから彼が申し訳なさそうにごめんと言っているのが聞こえるが、俺は振り向かなかった。その時、おや、神崎様、もうお帰りですか？オーナーは柔和な笑みを浮かべて、俺に頭を下げた。本日はあまりお時間が取れなかったようで、いつもごひいきにありがとうございます。次回もぜひ、ゆっくりお食事を楽しまれてくださいね。俺は思わず足を止めた。いえ、こちらこそ突然切り上げて申し訳ないです。少し用事ができまして。そう言いながら軽く会釈する。オーナーは変わらず穏やかな口調で、ご用命があればいつでもお声をかけてください。今後とも末永くよろしくお願いいたします。と言葉を添えた。俺は会釈を返し、脇をすり抜けようとする。だが、それを見ていた彩香が慌てた声で言った。ちょっと待ってよ、神崎さん。彩香は目を丸くしながら、オーナーと俺を交互に見比べて、困惑した表情をあらわにした。ねえ、今、オーナーさんが神崎様って言ったよね。一体どういう関係なの？別に大したことじゃないよ。ちょくちょく来てるから顔を覚えてもらっただけだよ。俺はそう言葉を濁してやり過ごそうとしたが、彩香は全く納得できないらしい。軽く俺の腕を引っ張って声のトーンを上げる。そんなわけないでしょ？今の扱い、どう見ても特別待遇にしか見えなかったじゃない。その時、思いもよらぬ言葉がトールの口から飛び出した。いい機会だから言っちゃうけどさ、こいつこのレストランの大株主なんだよ。トールは何でも話してしまう性格だとは知っていたけれど、まさかこんなタイミングで暴露するとは思わなかった。俺は余計なことをと内心思いつつ、周囲の3人の表情が瞬時に変わるのを目の当たりにした。特に彩香とルミはまるで雷に打たれたように固まっている。大株主？それってどういう意味？嘘よね。ルミは混乱を隠せないまま視線を泳がせる。一方彩香は一瞬言葉を失ってからすがるような目で俺を見つめてきた。ついさっきまでは月15万？帰って。と冷たく突き放していたのに、今はその同じ口が、ねえ、本当なの？と震えている。まあ、嘘ってわけじゃない。実家が厳しくなってどうやって支えたらいいか考えてたら、投資を勉強するしかなかったんだよ。最初は大変だったけどね。投資を始めたのは大学卒業後。何度か普通の就職もしてみたが、長続きしなかった俺が、自分の力で稼げる方法を模索した結果だ。専門書やネットの情報をかき集め、失敗も山ほどしてきた。でも、その積み重ねの末に安定して儲けを出せるようになり、いくつかの企業グループの株主になった。ここのレストランもその一つ。というだけの話だ。何もそこまで大げさに話すつもりはなかったが、今日ばかりはトールがばらしてしまったので隠しようがない。そうだったの。投資って、株とか。彩香はまだ事態が把握しきれていないらしく、上目遣いで俺に問いかける。その瞳には、さっきまでの高飛車な態度のかけらもない。むしろ、
狼狽と不安、そして、もしかしてチャンスを逃したかもしれないという焦りが透けて見えるようだ。そんな彼女たちの様子に、トールは苦笑いを浮かべながら言葉を補足する。ちなみにこいつは、お前らの会社の筆頭株主の一人でもあるはずだぜ。経営戦略とかもいろいろ意見出してるとか、社内で噂になってるだろ。本当に？まさかの事実に、彩香たちは口をあんぐりと開けたまま、二人とも頭が追いつかないのか、同じような言葉を繰り返す。軽視していた相手が、実は自分の職場に影響を与えられる立場にあるなど、夢にも思っていなかったのだろう。それにしても、こいつのことなら何でも聞いてくれってくらい、面白い話がいっぱいあるんだぜ。今じゃ俺なんか相手にならないぐらい稼いでんだよ。トールは、俺の肩をバンバンと叩きながら、誇らしげに笑う。さっきまで気まずそうにしていたのに、今は少し得意げだ。一方、彩香とルミは、すっかり萎縮してしまっている。ねえ、神崎さん。よかったら、もう少しお話できないかな。私たち、いろいろ誤解してたかもしれないし。彩香は口ごもりながら、懸命にこびるような笑顔を浮かべる。ルミも、そうそう、さっきはちょっと酔ってたし、ね。と、乗っかるように相槌を打った。あまりに手のひら返しが露骨で、トールが吹き出しそうになるのを一生懸命こらえているのが横目に見えた。あまりに露骨な手のひら返しに笑いをこらえるのも限界なのだろう。ほんの数分前まであんなにも高圧的だった彩香とルミが、今はまるで別人のように愛想を振りまいている。ねえ、神崎さんってすごい人だったんだね。私たちさっきは酔ってて、失礼なことを言っちゃったかも。よければこの後、もう一軒行かない？彩香が慌てて話を盛り上げようとする横で、ルミもうなずきながら畳みかける。そうそう、まだ時間も早いし、もっと一緒に飲みたいなって思ってたの。二人して急に甘い声を出してきたものだから、そばで見ていたトールが、またも吹き出しそうな表情になっている。どの口が帰れなんて言ってたんだと、腹の底から突っ込みたくなる気持ちもわかる。俺は苦笑しつつ、二人のギラギラした眼差しに浮かれることなく、淡々と返事をする。いや、悪いけど、俺はもう帰るよ。ちょっと予定があるから。そんなこと言わないでさ、ね。せっかくの機会じゃない？彩香とルミは懸命に食い下がろうとするが、俺は首を横に振った。そもそも、これ以上彼女たちと飲み続ける理由もないし、今日の時点で十分彼女たちの本質が見えてしまった。ここでいくら取り繕われたところで味わいの変わった酒はもう美味しくないだろう。そうこうしているうちにトールが、こいつがそう言うなら仕方ないな、と横からフォローする形で二人をなだめる。そのおかげで彩香とルミもやや強引に誘ってくるのを諦めた様子だった。俺はさっさとコートに袖を通し、お疲れ様とだけ残して足早に店を出る。ドアを開けて夜の風を感じながらほっと息をついた時だった。背後から控えめな声が聞こえ、思わず振り向く。神崎さん、ちょっといいですか？声の主は北条七海だった。薄め性で控えめながら合コン中も一人だけ気にかけてくれていた彼女だ。七海はどこか遠慮がちに俺のもとへ駆け寄ってくる。ごめんなさい。私何も言えなくて。でも、ああいうの好きじゃなくて。七海がうつむき加減に言葉を探す姿を見ていると、なぜか胸の奥が温かくなる。見た目や肩書きばかりを気にする相手とは違う誠実な何かを感じるのだ。俺はゆっくりと首を振り、苦笑いを浮かべる。いいよ、気にしないで。七海さんが謝る必要はないよ。むしろ助かったというか、ああいうのも人間模様の勉強にはなるから。そう伝えると、彼女はほっとしたように柔らかな表情を浮かべた。気まずそうな雰囲気はない。夜風が二人の間を通り抜けると、冷たいはずの空気がほんの少しだけ優しく感じられた。七海は小さく息をついて、改めて俺の顔を覗き込むように見る。その瞳にはどこか決意めいた光が宿っているようだった。実は少し株に興味があるんです。もしよかったら今度少し教えてもらえませんか？いいよ。俺で教えられる範囲でよければ全然。急に大金を投資するのは危ないし、ちゃんとリスクの話とかから始めた方がいいと思うけど。
そう答えると、ななみはパーッと顔を明るくした。ありがとうございます。嬉しい。気づけば、お互い自然に携帯を取り出して、連絡先を交換していた。向こうは、こんな場所で申し訳ないんですけど、と恥ずかしそうだったけれど、俺としてはむしろ嬉しかった。ななみと別れて帰路に着く途中、俺は画面に表示された彼女の連絡先を見つめながら、どこか心弾むような感覚に浸っていた。あの派手な席で味わった嫌な思いも、ここまで来ると悪くない夜だったな、と思えるから不思議なものだ。翌朝、いつものようにコンビニのカウンターに立っていると、自動ドアが開いた。視線をそちらに向けると、まさかの相沢彩香が姿を現す。髪をゆるく巻いた派手めなファッションは昨夜と変わらず、店内に差し込む朝の光の中でひときわ目立っていた。正直、彼女がこの店を訪ねてくることなど想像もしていなかったので、俺は一瞬ドキリとする。神崎くん、ここが実家のコンビニだったんだね。会社の近くだったなんて気づかなかったよ。彩香は昨日の高飛車な様子から一転、やたら愛想よく話しかけてくる。店内をぐるりと見渡しながら、うちの会社のビルからこんなに近かったなんて、と、ちょっと大げさなくらい簡単の声を上げる。昨日は私も飲みすぎちゃって、いろいろ失礼だったかなって反省してるの。本当ごめんね。彩香はそんな風に、急に下手に出るものだから、俺も少し戸惑う。昨日の合コンでは、時間の無駄、などとまで言われた手前、面と向かって素直に謝られると、どう反応していいかわからない。まあ、飲み会の席だったからね。軽く言葉を返すと、彩香はにっこり笑い、レジ前に陳列されたドリンク類を手に取った。せっかくだから何か買っていこうと思って。コーヒー美味しいんだよね、ここ。ああ、まあ、機械は新しいものに変えたばっかりだから美味しいと思うよ。と、ちょうどその時、奥で品出しをしていた母さんが姿を見せた。いらっしゃいませ。と、柔らかく声をかける。もともと、人当たりがいい母さんは見知らぬ客にも親切なので、今こうしてニコニコしながら、彩香を歓迎している。へえ、お知り合い？と母さんに振られ、俺は曖昧に笑う。ちょっとした知り合い。と言うと、彩香が素早く口を挟む。知り合いなんて言わないでよ。私たちお友達でしょ？それを聞いて、母さんは嬉しそうに目を輝かせ、まあまあ、仲良くしてもらってるのね。と、さらににこやかに応じている。レジを通し、コーヒー代を受け取りながら、彩香は俺の顔をじっと見つめてきた。また近いうちに、神崎くんとちゃんとゆっくり話せたらいいな。今度はあんな酔っ払った感じじゃなくてさ。もし時間があればお茶でも。そうだね。機会があったらね。俺もシフトがあるし、あんまり時間が取れないかもしれないけど、曖昧に笑顔を返すと、彩香は満足げにコーヒーのカップを手に取り、じゃあまたね、と店を出て行った。母さんはそれを見送って、感じのいいお嬢さんじゃないの。あんたももう少し優しくしたらいいのに、という。俺は、まあ、そうだね。と苦笑しながら、複雑な気持ちを抱えつつ、レジを閉める。何が本音で何が社交辞令なのかはわからないが、少なくとも、一方的に追い返すような態度を取らずに済んだのは、母さんのおかげかもしれない。そんなやりとりの後、店内にはいつもの静かな空気が戻ってきた。とりあえず、ドリンクの補充をしながら、俺は心の中で、できればあんまり来てほしくないんだけどな、とつぶやいていた。母さんに、接客は大事にしなさいよ、とたしなめられる声を背中に聞きながら、俺はレジ横の棚の商品を並べ直す。どうやら、当分は少し落ち着かない日々が続きそうな気がした。そう思いながら、ふとどこか浮き足だった気持ちになっている自分にも気づいていた。ななみから株を教えてほしいという連絡を受けて以来、カフェで会う機会が増えているのだ。正直、最初はなんで俺なんかにという戸惑いもあった。だが、彼女はただ甘えるわけでもなく、自分で本やサイトを調べて、疑問点をメモして持ってくる。そういう姿勢を見ていると、教える側としてもついつい熱が入ってしまう。例えば、チャートの読み方や、長期投資と短期トレードの違いを説明するとき、彼女は、なるほど、と真剣そのもの。
何度も何度もうなずきながらメモを取るので、話している俺まで力が入る。もともと専門知識を披露するような性格ではないけれど、ここまで興味を持ってくれるなら、と思わず夢中になってしまうのだ。今日も、ナナミの仕事終わりに、いつものカフェへ足を運んでいた。と言っても、俺が選ぶのは高級レストランでもなければ、流行りの高級カフェでもない。昔ながらのチェーン店だ。コーヒーの味を比べるほどグルメでもないし、何より財布に優しい値段が気に入っている。ナナミが、ここ、値段もお手頃だし、いつ来ても混んでないから落ち着きますね。と笑ってくれるので、ついこの店ばかり選んでしまう。ナナミは、そんな俺の庶民的なこだわりを面白がるように、神崎さんって、本当に金持ちっぽくないですよね。と、軽くペンをくるくる回しながら言い出した。驚いて、どういう意味と聞き返すと、彼女は小さくはにかむ。受付の仕事柄、結構お金持ちな人と接することが多いんです。そういう人たちって、みんながみんなじゃないけど、やたら偉そうだったり、ブランドの話ばっかりだったり。でも、神崎さんはそういう感じが全然しないから、勝手に親近感感じてます。彼女の言葉を聞き、俺は少しばかり苦笑いを浮かべながら、小さく肩をすくめる。投資でそれなりに稼いでいるのは事実だが、高級な服や派手な持ち物にまるで興味がない。今日もジーンズとパーカー姿で、傍目にはただのフリーターにしか見えないかもしれない。だからこそ、こうして庶民的なカフェで過ごす方が、俺にはしっくりくるのだ。正体を言うと、すぐ態度が変わる人が多いんだよね。それ目当てで近寄ってくる人もいるし、全く興味がないふりして、スパッと離れていく人もいる。だからあんまり周りに言わないようにしてるんだ。別に金持ちだからって偉いわけでもないし。そう続けると、ナナミはノートを閉じて笑みを浮かべる。先ほどまで投資の質問を熱心にしていた時とは違い、少し柔らかな表情だ。店内を見回してから温かそうな声で言った。私はそっちの方がいいと思います。あんまり浮ついてないというか。むしろ私、好きです。一瞬頭が真っ白になった。どう反応すればいいのかわからないまま、頬が熱くなるのを感じる。ナナミは恥ずかしそうに、すみません。つい本音が出ちゃいました。と照れ笑いしながら髪を耳にかき上げた。静かな店内でコーヒーの香りがやけに鮮明に感じられる。俺は何とか言葉を探そうとするが、胸の奥がドキドキしてまともな返事が浮かばない。代わりに思わず笑みがこぼれてしまった。参った。どういう顔をすればいいのか。もしかして俺も見た目以上にわかりやすい性格なのかもしれない。このままじゃ恥ずかしさが収まらないと思い、とっさに話題を変えようと口を開く。そういえばさ、ナナミちゃんが働いてる会社って、最近ちょっと大きな動きがあったみたいだね。俺も株持ってる関係で話を耳にしたんだけど、受付周りの部署再編とか、あれどうなってるの？我ながらかなり強引な方向転換だと思うが、今はとにかく、この胸の鼓動を落ち着かせたい。そうでしたよね。確かに、そういう話が出てるみたいで、まだ全体には説明されてないのかもしれないですし、私も詳しくは。彼女は持っていたペンをノートの隙間に挟むと、すみません。なんかちゃんと答えられなくて。と肩をすぼめた。いや、こっちこそ急に話題変えて悪かったよ。ちょっと頭が真っ白になっちゃって。そう言うと、ナナミは、と小さく笑ってくれた。先ほどの好きですという言葉は、ここにいる二人だけの秘密みたいに空気の中でほんのり漂っていた。ねえ、また今度ゆっくり話そうか。投資の話も改めて。控えめに切り出すと、ナナミはコクンとうなずいて、ちょっとだけ赤くなった方を隠すようにカップを口元へ運んだ。あれから数週間、コンビニのバイトと夜には時々ナナミとカフェで会う。そんな生活を続けていたら、いつの間にか彼女とやりとりする頻度もぐんと増えていた。今度どこか出かけたいねなんて話もぼちぼち出るようになり、なんだか毎日がちょっと浮き立つような気分だ。そんなある晩、ふとスマホが鳴って画面を見ると、トールからの着信。もしもし、どうした？と出るや否や、トールは開口一番、
鼻息荒くまくし立てる。ああ、翔。お前最近どうよ。俺さ、めっちゃいい感じなんだよ。実は、彩香とデートしてるんだ。あの合コンでは散々だった割に、トールもちゃっかり、彩香と仲良くなっているらしい。声からもウキウキした様子が伝わってきて、こっちが気恥ずかしくなるほどだ。へえ、よかったな。だろ？お前もあの合コンで、ななみちゃんの連絡先ゲットしたろ？そっちは進展してんのか？いかにもトールらしい。ずうずうしい問いかけに苦笑しながらも、正直に答える。まあな、たまにご飯行ったりしてるよ。マジか。やるじゃん。お前、俺に足向けて狙んねえぞ。電話の向こうで得意げに胸を張る姿が目に浮かぶ。合コン自体は散々だったものの、結果的に、ななみとのご縁ができたことを思えば、まあ、結果オーライかもしれない。翌日、コンビニで朝のシフトをこなしていると、見慣れた派手な髪と長いネイルが目に入る。相沢彩香だ。神崎くん久しぶり。また来ちゃった。カウンターに頬杖をついて、やたら上目遣いでこちらを見てくる。いらっしゃいませ。今日はコーヒー？今日はちょっとおしゃべりしに来たの。相変わらず調子のいい口ぶりだ。トールとはどうなんだ？付き合ってるんだろ？すると、彩香はケロリとした顔で首を振る。付き合ってるわけじゃないし、たまにご飯行くだけ。私の本命は神崎くんなんだけど。あまりにも露骨な乗り換え宣言に、さすがに言葉を失う。合コンであれだけ馬鹿にした相手によく言うもんだ。俺の気持ちはお構いなしに、彩香は身を乗り出し、ねえ、少し時間ない？お茶でも。と誘ってくる。俺は悪いけど仕事中だから、ときっぱり断った。すると、彼女は急にトーンを落とした声で言う。ねえ、神崎くんってさ、ななみとよく会ってるらしいじゃない？ちょっと忠告しといてあげるけど、あの子には気をつけた方がいいわよ。その言葉に思わず眉間にシワが寄る。どういう意味だ？やだな。そのまんまの意味よ。あの子本当は嘘つきなの。会社勤めしてるとか、投資に興味あるとか話してるみたいだけど、あれ全部嘘だから。彩香の目は妙に怪しい光を帯びている。嘘か本当かもわからないのに、どうせろくでもない内容なんだろうと直感する。しかし彼女は続けざまに畳みかけるように言った。ななみ会社辞めてるのよ。1年前くらいに。でも、お金持ちの男と出会うために合コンは行きまくってるわけ。得意げな顔で話してくる彩香の姿は正直滑稽ですらあった。しかし、会社を辞めているという言葉が胸に引っかかる。信じられないな。いいのよ、信じなくても。そのうちあの子は神崎くんにお金をせびってくるはずだから。妹が病気で、って、そんな理由つけてね。ま、嘘だと思うなら好きにすれば？彩香は最後に、忠告はしたからね。とだけ言い捨てて、店を出て行った。ドアが閉まる瞬間、振り返った彼女の顔は薄ら笑いを浮かべていて、なんとも嫌な胸騒ぎを残していく。あれからずっと、彩香の言葉が頭を離れなかった。ななみが会社を辞めている。そんな話は聞いたことがない。むしろ、受付が忙しくて、なんて愚痴っていたのを何度も聞いているし、仕事終わりの時間帯にカフェで会うことも多い。だが、確かにななみの職場について、詳しく聞いたことはない。いつも何気ない話題に終始して、今日はお客さんに怒られちゃいました。なんて話があったとしても、具体的な社名や同僚の名前が出ることはほとんどなかった。いやいや、嘘だろ。彩香の話なんて当てにならない。あれだけ薄情な態度をとってきた奴の言葉を鵜呑みにするわけがない。そう思いつつも、胸の奥で小さな疑念がくすぶる。少なくとも、真偽を確かめる方法はある。そして翌日、俺はあまり気が進まないまま、ななみが勤めているはずの会社に電話をかけた。受付対応に出た女性に、北条ななみさんはいらっしゃいますかと尋ねてみたのだ。数秒の保留音。ほんの数秒だったはずが、不思議と長く感じられる。心臓がじわりと早金を打ち始めた頃、受話器の向こうから事務的な声が返ってきた。北条ななみというものは、当社には在籍しておりませんが、以前受付をしていた北条さんのことでしょうか。もしその方なら、ちょうど1年前に退社されております。頭が一瞬真っ白になる。
退社ですか？はい。昨年の春頃だったと記録にありますが、現在は別の方が受付を担当していますので。電話を切った後も、しばらくレジ横で立ち尽くしてしまった。まさか、彩香の言う通りだったなんて。七海はとっくに会社を辞めていた。その事実に頭の中がぐるぐると混乱していく。今まで聞かされていた会社であった出来事や仕事が忙しいからあまり時間が取れないという言葉は一体何だったのか。もしも全て嘘だったとしたら、その理由は何なのか。信じたくない気持ちと疑いの気持ちが綱引きするように胸を締め付けてくる。彼女に直接問いただすべきか、それともその日の仕事はまるで手につかなかった。その夜、いつものように七海とカフェで投資の話をするつもりだった。ところが彼女はやけに浮かない顔をしていて、話に集中できていないように見える。ごめんなさい。なんだか調子が出なくて、今日はもう帰りますね。そう言って視線を伏せる七海に、俺は、じゃあ駅まで送るよ、と声をかけた。彼女は一瞬ためらうようにうつむいたが、ありがとうございます。と小さく微笑んだ。二人並んでカフェを出て、人気のない道を歩き始める。けれど、言葉は続かない。どう声をかけていいのか、考えがまとまらないまま、ビル風がシャツの隙間を抜けて、背筋を冷やす。ふと横に目をやると、七海がハンカチを握りしめて、目元を拭う仕草をしている。七海、どうした？何かあったの？聞きたいのは山ほどある。だけど、何より今、目の前の彼女が涙をこらえていることが一番気がかりだ。ごめんなさい。本当は言うつもりなかったんです。でも。そう言ったきり、七海は少し黙った。やがて、沈んだ声で話し始める。私、妹がいるんです。小さい頃に両親が亡くなって、ずっと二人で暮らしてきて、今妹が病院に入院してるんです。先生から、もしかすると長くないかもしれないって言われて、すぐにでも手術が必要で、でも手術代が高額で、保険では賄いきれないんです。でも、私には家族もいないし、結局自分で工面するしかなくて。彼女は苦しげに微笑み、もう一度ハンカチに目元を当てる。投資なら、少しでも増やせるかなって思ったんです。でもそれでも足りなくて。そっか。辛い状況なんだな。それだけ言うのがやっとだった。涙を浮かべる彼女に、あれこれ詮索するなんて俺にはできない。七海は視線を伏せてから、震える声で言葉を続ける。会ったばかりの神崎さんにお願いするのは間違ってると思うんだけど、お金を貸してくれませんか？ちゃんと働いて必ず返しますから。心の奥がざわつく。彼女の涙を見ていると、どうにか助けてやりたいという衝動が湧く。だけどその反面、本当にこれが正しい選択なのか、という疑念も湧いた。俺は唇を噛み、意を決したように問いかける。それ、本当なのか？どうやって返すつもりなんだよ。だって君、会社辞めてるよね。七海の肩がビクリと跳ねる。彼女が動揺しているのは、誰の目にも明らかだった。どうしてそれを？涙混じりの声がかすれる。俺はなるべく冷静に言葉を継ごうとしたが、自分でも思った以上に感情がこもってしまう。彩香に聞いたよ。君がもう会社を辞めてるって。俺に隠してたんだろ？もしかして君も、俺の金目当てで近づいたのか？自分で言いながら嫌な言い方だと思う。でも、一度疑問が浮かんでしまうと、どうしても拭えない。七海は首を振り、一生懸命に否定する。違います。そんなつもりじゃ。彼女が訴える言葉が偽りなのか、真実なのか、もはや俺には判断がつかなくなっていた。じゃあ、なんで嘘ついてたんだよ。もし他に理由があるなら教えてくれよ。問い詰める声が思いのほか荒くなったのを感じる。七海は俺と視線を合わせることなく、うつむきがちに震える唇を動かした。ごめんなさい。本当にごめんなさい。泣きながら彼女は走り出す。追いかけたかったが、体が動かなかった。張り詰めた空気の中で、彼女の後ろ姿が小さくなる。冷たい風とともに、七海が夜の街へ消えていった。あれから数週間が過ぎた。俺は相変わらず、コンビニの店先に立ち、バイトの合間に
投資関連の情報をチェックして過ごしている。けれど、どうしても、胸の奥に突っかえるものがあった。七海のことが頭から離れない。そんなある日の閉店後、徹が店に寄ってきた。夜風を伴って入ってきた彼は、俺の肩をがっしりと叩くと、浮かない表情を見て気遣うように言う。なあ、翔。あれから結局連絡ないんだろ？ああ、あれきりだ。少し苦笑して返す。徹は、どこか申し訳なさそうに目を伏せながら、だけど、慰めるように続けた。俺も噂で聞いたよ。まあ、別れて正解だったんじゃないか。本当に金目当てだった可能性もあるし。まあ、そんなことする子に見えなかったけどな。俺自身、七海がお金だけを狙っていたと決めつけるのはどうしても信じられない。というより、信じたくないというのが本音だ。徹は気まずい沈黙を破るように、手をポンと叩いて笑う。よし。じゃあ、景気づけにまた合コンでもするか。俺が新しい出会いセットしてやるよ。な？いや、そういう気分じゃ。断ったつもりだった。だが結局、まあまあ、気晴らしだって。男友達付き合いも大事だろ。と仕切られ、俺は数日後に再び合コンの席に顔を出す羽目になった。場所はちょっとおしゃれなダイニングバー。俺を含めて男3人。相手は、彩香と同じ会社の OL 風の女性3人という組み合わせで、どちらかといえば、友人同士の気軽な飲み会に近い雰囲気だ。俺がどこか上の空でグラスに口をつけていると、そのうちの一人が、あ、そういえば、と切り出した。聞いたよ。あんた彩香に気があるんでしょ？やめといた方がいいよ、あの子。その言葉に、一緒にいた徹が明らかに動揺した様子を見せる。最近、彩香と食事に行っているのを隠しきれていないのだろう。女性たちは徹の表情を見逃さず、さらに畳みかけるように言う。彩香ってさ、確かに綺麗だし愛想もいいけど、男の人をうまく利用してるって噂、割と聞くよ。深入りすると痛い目見るかもって、大丈夫？はしゃいでいた徹も、これにはグーのでも出ない様子で。そうなんだ。と、曖昧に相槌を打つ。まあ、悪い子じゃないんだろうけどね。でも男関係だけは要注意って、結構社内でも言われてるよ。ざっくばらんに話をする彼女たちを前に、徹は苦い表情で相槌を打ち続ける。合コン自体はそこそこ盛り上がっているものの、俺も徹も心のどこかが落ち着かないままだ。手当たり次第に男に声かけて、自分の思い通りにならないといろいろやらかすんだよ。しかも、あれで何人辞めていったと思う？北条もその一人だって聞いた。北条七海。思わず心臓が強く脈打つ。俺がこわばった表情で耳を傾けていると、彼女は、詳しく聞きたい？と問いかけてくる。うん。声が上ずるのを抑えながらうなずくと、彼女はグラスを置いて話し始めた。彩香って狙った男は絶対落とす、みたいな妙な自信があるのね。でもその男の人が、あろうことか、北条さんの方を気に入ってたんだって。そしたら彩香、嫉妬丸出しで、北条さんに嫌がらせしてさ、上にもチクったりして、相手が悪者にされるように仕向けたらしいよ。それで、北条さんは辞めたの？うん。結局辞めざるを得なかったみたい。特に北条さんは、家庭の事情でフルタイム勤務が難しかったらしくて、半休や定時上がりを使いながら、一生懸命働いてたみたいだけど、それを勤務態度が悪いって上司に報告されたって、そんなのやってられないでしょ？俺は、北条さんの家庭の事情ってまさかと思わず口にする。すると、彼女は肩をすくめつつ、続けていった。確か、妹さんが大きな病気を抱えてるんだって。治療費だか入院費だか、かなり大変みたいで、それでも一生懸命働いてたのに、ああいう形で追い込まれるなんてさ。気づいた時には、俺はグラスを置いて席を立っていた。ちょっとごめん。周りが、どうしたの？と声をかけるのを背中越しに聞きながら、ダイニングバーを飛び出す。胸の奥に弾ける焦燥感を抑えきれない。妹の病気、家庭の事情、投資を勉強したいと言っていた理由、すべてが一貫している。もしも七海が、あの会社を辞めた真相が、彩香の嫌がらせによるものなら、俺は今までひどい誤解をしていたことになる。彼女のことを嘘かもしれないと疑い、素直に信じてあげられなかった。
あの涙に背を向けたことが急に耐えられないほど苦しくなった。冬の夜風が視界を揺らす中、俺は七海の姿を探してひたすら走る。どこにいるのかもわからない。でも、まずは彼女に会わなくちゃいけない。ちゃんと話を聞かなきゃ。その思いだけを胸に、街の明かりをかき分けるように走り続けた。七海、今どこにいる？彼女がいるはずの場所へ。その信頼を取り戻すために、俺は夜の街を駆け抜ける。冬の街は、吐く息さえ白く染め上げ、アスファルトの上に通り過ぎる車のライトが滲んで見える。俺は心臓が壊れそうなほど、早金を打つのを感じながら、人気の少ない通りをひたすら走っていた。実は先ほどの合コンで、七海の妹が入院している病院を聞き出したのだ。それが本当に正しい情報なのか、確かめようもないが、かけるしかなかった。夜の面会時間ギリギリに滑り込み、病院の案内板を食い入るように見ながら、懸命に病棟を探すと、人気のない廊下の一角で、見覚えのある後ろ姿があった。黒いコートを着た小柄な女性。肩までの髪の毛がわずかに震えている。間違いない。あれは七海だ。七海！思わず呼びかけると、彼女ははっと顔を上げる。神崎さん、どうしてここに？俺は荒れた呼吸を整えきれないまま、一気に彼女へと歩み寄る。ごめん、急に押しかけて。でもどうしても君に言いたいことがあって。気づけば、わずかに震える彼女の肩に手が伸びていた。七海は困惑しながらも、震える瞳でこちらを見つめ返してくる。廊下の壁際で、俺は大きく息を吐いた。信じられなくてごめん。その一言から、咳を切ったように言葉が溢れ出す。君が会社を辞めていたことを、ずっと隠していたのも、本当は理由があったんだよな。俺があの時、金目当てで近づいたなんて疑って、君を傷つけてしまった。ちゃんと話を聞いてあげられなくて、本当にごめん。七海は小さく唇を噛み、目を伏せた。その表情は、寂しさと安堵が入り混じったようにも見える。真っ白な病院の壁に、俺たちの影だけが薄く落ちている。私言えなかったんです。会社を辞めた理由も、妹の治療費のことも全部。お金がなくて困ってるなんて言ったら、神崎さんにお金目当てって思われちゃうんじゃないかって。せっかく仲良くなれたのに、嫌われるのが怖くて。七海。うち、昔からお金に余裕がなかったんです。両親が亡くなって、妹と二人きりになってからは、安定した収入を得ようと一生懸命働いて。けど、あの会社の受付でフルタイムは難しくて、それでもなんとかやってたのに、彩香のことで立場が悪くなって、だけど、妹の手術費を捻出しなきゃいけないから、あんな形で辞めたなんて言いにくくて。七海の瞳には涙が浮かんでいた。辞めた後も、どうしてか彩香さんから連絡が来ることがあって、私が断りきれないって分かってるからか、人が足りないから合コン来てよって言われると、また何か仕返しされるかもって怖くて、結局参加してしまうんです。でも、ほら、私なんて地味だし、多分、引き立て役みたいな感じでちょうどいいんでしょうね。彩香さんの隣にいれば、余計に彼女が目立ちますから。彼女の言葉に、俺の胸が痛くなる。疑うより先に、彼女の辛さを理解して寄り添うべきだった。けれど俺は不安と苛立ちをぶつけ、お金目的かなんて最悪の問いかけをしてしまった。だからこそ、今度は何があっても信じてあげたい。心からそう思う。本当にごめん、七海。俺、もう二度と君を疑ったりしない。何か困ってることがあれば、俺にできることは何だってする。させてほしい。思い切ってそう言うと、七海の瞳から大粒の涙がこぼれ落ちる。彼女は声にならないおえつをこらえつつ、小さく首を横に振った。でも私、返せる当てなんか全然ないよ。そもそも、仕事だって辞めたままなんだし、妹の手術が成功したら、また一から働こうと思ってるけど、学歴もキャリアも大したことないし、こんな状態の私じゃ、神崎さんに何も返せない。それなら、俺が手伝う。返してほしいなんて思ってないよ。むしろ、必要なら出してあげたいくらいだ。でも、君は頑固だから、全部貸してくださいしか言わないんだろうな。苦笑を浮かべると、七海は、だって、と唇を震わせる。それでも、彼女の目には
どこか安堵の色が滲んでいた。きっと、手術費を出してもらうなんていう形になれば、本当に金目当てのように思われるかもしれないと、まだ躊躇しているのだろう。それにさ、君は元の仕事に戻れると思うよ。え？ななみは涙で濡れたまつげを瞬かせて、きょとんと俺を見上げる。俺は静かにうなずいた。翌日、コンビニのバイトを早めに終えて、俺は意を決して、彩香と話をつけるつもりで、彼女の職場近くへ向かった。エントランスを出たところで、ちょうど彩香が姿を現す。神崎くん？何やってるの？彩香も、すぐに俺の存在に気づいたようだ。ちょっと話があるんだ。悪いけど、少し時間をもらえる？俺がそう切り出すと、彩香は顎に手を当てて目を細める。あら、私に会いに来たの？そっか、やっぱり私のことを選んでくれるんだ。相変わらずお気楽な調子だが、俺はその誘い文句を無視して、ビル脇の人通りの少ない広場へ移動するよう促した。広場のベンチ脇で向かい合うと、彩香は髪をかき上げながら、それで？と俺を見つめる。ななみのことだよ。彼女が会社を辞めた原因、そして嫌がらせを受けていた事実を聞いた。正直、あれはどう考えても許されることじゃない。一瞬、彩香の表情が凍りつく。だが、すぐに鼻で笑うように口元を歪めてみせた。ああ、その話？何よ。あの子が泣きついてきたの？やだやだ。ああいう地味で容量悪い子。会社に居場所がなくなったのは自分のせいじゃん？自分のせいじゃなく、彩香のせいだろ。狙った男がななみに興味を持ったから、嫉妬した上に嘘を吹き込んだんだって聞いた。会社としても黙っていられないコンプライアンス違反だ。そこまで言うと、彩香は苛立ちを募らせたのか、ヒールをカツンと鳴らして俺に詰め寄る。何よ。まるで私が悪いみたいに言うけど、実際狙った男を横取りなんてされたら腹立つでしょ？少しくらいお仕置きしたって当然じゃない？開き直ったように言い放つ彼女の態度に、俺は苛立ちを懸命に抑え込む。会社のコンプライアンス的には当然どころか、一発アウトだ。お前のやったことはパワハラ、セクハラ、風評被害、勤務実態の虚偽報告、全部揃ってる。もし俺が株主として取締役会やコンプライアンス委員会にこの事実を明かしたら、どうなるか想像してみろよ。はぁ？株主だからってそんな簡単に。彩香は大行に嘲笑しようとしたが、微妙に声が震えているのがわかる。簡単かどうか試してみるか？会社がこれまでにどれだけ内部告発や風評を恐れてきたか知ってるだろう。しかも俺一人じゃない。今、ななみがその証拠を持っている。お前から受け取ったメールや LINE のスクショ、勤務表への不自然な記載変更なんかしっかり残してあるって聞いたよ。え、嘘。彩香の瞳が大きく見開かれる。そう。ななみはあまりにひどい仕打ちに備えて、念のためいくつかのやりとりを保存していたのだという。彼女は会社を辞めるとき、こんなこと、もう二度と繰り返さないでほしい。という思いから、いずれ叱るべきタイミングで動こうと思っていたらしい。しかし当時は妹の入院でそれどころではなく、さらに彩香の報復を恐れて全てを伏せていたのだ。彩香、あんたがお仕置きと称してやった嫌がらせ、絶対に許されないよ。場合によっちゃ、名誉毀損や業務妨害とか、法的措置も視野に入るんじゃないか？ちょっと待ってよ。大げさすぎるんじゃない？私はただ、あの子にちょっと気をつけてってアドバイスしてあげただけで。気をつけて？嘘ばかりだろ。ななみに勤務態度が悪いとか、男あさりしてるとか、上司にありもしない告げ口をして首に追い込んだのは誰だ？それは。彩香は罰が悪そうに視線をそらした。さすがに、会社を辞めさせてやろうと明言した証拠メッセージは残していないかもしれないが、周辺証拠と、彼女自身の言動を照合すれば、状況証拠は揃いそうだ。俺は別に、彩香に復讐したいわけじゃない。でも、これ以上好き勝手されたら、ななみが救われない。第一、お前のそういう行為は、会社のイメージにも大ダメージを与える。取締役会でそれを追及したら、ただじゃ済まないだろうな。俺がきっぱり告げると、彩香の目には明らかに焦りが浮かんだ。それまでの高飛車な態度が、まるで吹き飛んだかのようだ。唇を噛みながら、彼女は震え声で絞り出す。ふざけないでよ。どうしてそこまで？
あんた、ただのコンビニバイトじゃなかったの？彩香の視線には、あの合コンで俺を嘲笑っていた頃の冷ややかさが残っている。確かに、ただのコンビニバイトさ。でも同時に、あんたの会社を大きく動かせるだけの株主でもある。何より、俺は七海を大切に思ってる。そのためなら、どんな立場もフルに使う。わかったら、もう彼女を傷つけるな。そう言い残し、俺はきびすを返した。彩香はその場で崩れるようにしゃがみ込み、小さくうめいている。散々馬鹿にし、他人を陥れてきたツケが、今まさに自分に返ってきた瞬間、そんな光景に見えた。彩香との一件から数日後、俺の元に会社側の担当者から正式な連絡が入った。どうやら、七海が所持していた嫌がらせの証拠や、会社内外の証言が決定的となり、相沢彩香の処分が検討されることになったようだ。さらに、俺が主要株主の一人として提出した意見書。不当解雇の疑いがあるため、早急に再調査すべし、という内容。もう重く受け止められたらしい。結果として、コンプライアンス委員会が動き、取締役会での審議が行われた。会議の席で明るみに出たのは、彩香による社内の人間関係への悪質な介入や、七海の勤務記録の改ざん工作、そして、それらを裏付ける豊富な証拠の数々。まさに、苦労しろとは言えない状況だ。数日の審議を経て、会社は彩香に対して、懲戒解雇という厳しい処分を下すことを決定した。同時に、不当解雇に近い形で退職を余儀なくされていた七海については、会社側が正式に謝罪し、彼女の復帰を認める方針が固められた。会社としても、これ以上のスキャンダルを避けたいという思惑があるだろう。その知らせを受けて、彩香は社内で書類をまとめながら上司に呼び出され、正式な決定を告げられた。その場で、彼女は硬い表情を崩さず、ただ、視線を落として書類を受け取る。周囲の空気は重く、いたたまれない沈黙が流れていた。だが、退職手続きを終えて部屋を出る際、彩香はドアノブに手をかけたまま、ぽつりとつぶやいた。私、あの子に嫉妬していたんです。派手な外見でしか認められないって思い込んでたから、七海みたいな子が大事にされるのが悔しかったの。上司も言葉を見つけられないまま見送る中、彩香は小さく息をついて廊下を歩き出す。そして、フロアのエレベーターホールで立ち止まり、書類を握りしめながら小さくうめいた。こんなことになるなんて、本当にバカよね、私。今更悔やんでも決定は覆らない。しかし、少なくとも、彼女が自分の過ちに気づくきっかけにはなったのかもしれない。上辺だけ飾るのではなく、自分自身を見つめ直すというチャンスを、もしかしたら、ほんのわずかでも掴みかけているのかもしれない。会社を出る頃には、冬の乾いた風が彼女の方をかすめていく。彩香は足を止め、固く閉ざした瞳を開いた。やり直せるなら、やり直したいって思うけど、どこまで通用するのかな。そうつぶやいて、唇を噛む姿には、かつての傲慢な影は薄れ、その代わりに自分を変えたいという小さな火が宿っているように見えた。一方、七海の方には会社の人事部から正式な謝罪の連絡が入り、再雇用の道が開かれた。彼女は最初こそ戸惑っていたが、最終的には静かに復帰を受け入れる。もう一度ちゃんとやり直したいんです。辞めたままで終わるのはやっぱり嫌だから。彼女はそう言って涙を拭い、笑顔を取り戻しつつあった。さらに、七海の妹さんの手術は無事に成功し、高額な費用は俺が一旦貸してあげる形で乗り切ることになった。もちろん七海は、働いて少しずつ返します、と言い続け、実際に地道に返済を始めている。何から何まで、ありがとうございます。七海はそう言って、何度目かの涙をこぼした。いいんだよ。家族を大切に思って頑張れる七海は、すごいと思うから。俺は正直、それを借りとすら思っていない。むしろ、彼女が幸せそうに笑ってくれることが、俺にとっては何よりの見返りになっていた。七海は、俺の隣で柔らかな表情を浮かべ、妹さんの病室から見える初冬の空を見つめている。手術は成功し、リハビリ中の妹さんも順調だ。今は仕事と妹さんの看病の両立で忙しそうだが、それでも七海は一生懸命前を向いて生きている。そんな姿を支えられることが俺にとって一番の幸せだった。
そんなある晩、コンビニの閉店準備をしていると、トールがまたもや息せき切ってやってきた。カウンター越しに両手を広げ、聞いてくれよと、まるで大ニュースでもあるかのような勢いだ。ショー、今度また合コンの話が舞い込んだんだ。でもさ、男の人数が足りないんだよ。お前手伝ってくれないか？おいおい、またかよ。懲りないな、お前。俺が呆れ顔でそう返すと、トールはこめかみに手を当てて、少し照れ笑いを浮かべる。いやいや、前みたいな派手な受付嬢ばっかの合コンじゃないらしい。今度は歯科衛生士さんとか看護師さんたちが中心のもっとアットホームな集まりらしくてさ、頼むよ。人数が合わないとお流れになりそうなんだ。ダメです。翔さんは行きません。その声は柔らかいけれど、芯のある響きだった。気がつくと、ナナミがコンビニに来ていた。トールは一瞬、鳩が豆鉄砲を食らったような顔になり、そんなはっきり断っちゃう？と頭をかく。ごめんね、トールさん。翔さんはもう私の大切な人だし、見知らぬ女性との合コンに参加するのは、あんまりいい気がしないというか。ナナミは遠慮がちではあるが、明確に自分の気持ちを伝えている。その言葉には、一歩も引かない意志が感じられた。そっか、まあそうだよな。二人で付き合ってるんだから当たり前だよな。トールは苦笑いしながらも、しぶしぶ納得する様子を見せる。そして最後に、くそー、また男メンバーを探さなきゃならねえのか。と大げさに頭を抱え、肩をすくめてみせた。しゃあない。そうなったら俺が会社の同期でも引っ張ってくるか。お前らラブラブだな。ラブラブって、そんな大げさな。思わず否定しかけた俺だったが、ナナミをちらりと見ると、彼女もほんの少し頬を染めて笑っている。その笑顔がやけに幸せそうで、こちらまで照れてしまう。トールががっくり肩を落として帰っていった後、夜のコンビニはいつもの静かな空気が戻った。俺がシャッターを下ろし、店内の明かりを落としたところで、ナナミが隣に立って小さく苦笑する。合コン、誘われるたびに大変ですね。昔はあんなに嫌な思いをしたのに。まあ、トールはお祭り好きだからな。飽きないんだろうな。肩をすくめる俺に、ナナミはくすっと笑う。夜道を歩きながら、俺たちはそっと手をつないだ。さっきはありがとう。はっきり断ってくれて。俺がそう言うと、ナナミは少し照れくさそうに視線をそらす。本当は、私がとやかく言うことじゃないと思ったんです。でも嫌なんです。他の人と出会う目的で飲みに行くなんて、ちょっと不安になるし。そう言いながら、ナナミは俺のコートの袖をキュッと握る。遠慮がちな彼女からは珍しいほど素直な言葉に、思わず胸がじんと熱くなった。俺も合コンに行くつもりはないよ。ナナミがいてくれるだけで十分だし、だいたい、あれだけ派手な合コンはもうこりごりだ。ですよね。私もあなたがそばにいてくれるだけでいいんです。そう言うと、ナナミはゆっくりと俺の肩に頭を預けてくる。そばを通り過ぎる車のライトがちらりと眩しく、二人の影が地面に伸びては消える。ナナミ。ありがとう。お前がダメですって言ってくれたの。なんだかすごく嬉しかった。ナナミはその言葉に恥ずかしそうに笑い、俺の腕を少しだけ強く抱きしめる。ほのかに甘いシャンプーの香りが夜風に乗って、心地よく鼻をくすぐった。俺は彼女の手をそっと包み込んで、そのまま静かに唇を重ねた。ほんの短いキスだったけれど、お互いの思いがゆっくり溶け合うようで、胸がいっぱいになった。合コンで味わった嫌な思いも、今となっては、二人を結びつけた運命の歯車だったのかもしれない。人間、何がきっかけになるかはわからない。大事なのは、そのきっかけを学びに変えるかどうかだ。そして、誰かを大切に思う気持ちがあれば、どんな逆境も乗り越えていけると、俺は信じている。